韓国で割引にまた 30% 割引を受けることができるって。これを必ず知ってこそ整形手術を満足できるって。こんにちは。韓国の内情と秘密を一つ一つ明らかにしてくれる皆さんの子やトーリーです。韓国人もよく知らない整形手術のノウハウを私がチェックします。韓国は日本と少し違うシステムで運営されているため、ノウハウを知らないまま手術を受けると患者も満足できず、医師もそのままストレスを受けるからです。また違う点は、韓国はショッピングセンターで買い物をしている雰囲気です。ですから日本の形成病院は若干保守的な感じなら、韓国はオープンな感じと言えるでしょう。韓国ではほとんどの手術価格と手術日付、手術部位と手術デザインを相談室長が決定します。医者は一番後であって医術的な相談をするからです。もし相談室長が価格予想をどの程度考えるか聞かれたら絶対に言わないでください。逆にいくらくらいするのか聞いてください。次に価格を言うと驚きの表情も忘れないでください。思ったより高いという顔で相談室長を見つめてください。価格は相談によって変わります。恥ずかしがらないでください。勝負打制ではありません。こうしたノウハウの通りにすれば 100% 成功することができます。手術費が高く安くは位置と全く関係ありません。仮に高いからといっていい技術が入ったりいい材料が入ったりするものではありません。それで整形外科相談のノウハウを今から公開します。とりあえず最初のはちみつチームは他の病院に行ったか行っていないかをチェックして知ったかぶりをした方がいいです。どこの病院に行ってきたと言ってください。他の病院に行ってチェックした瞬間、他の病院より値段を安く言わなければならないし、他の病院のデメリットがわかるようになるのです。それであなたは整形外科に詳しいんだな、または美容整形をする意思のある人なんだと思わせなければなりません。二つ目は、もし私が目だけ相談したくて言ったのに、様々な他の部位をチェック、また他のところをチェックしてはいけないということです。相談室長は他の部位をもっとしなければもっと美しくならないと誘惑します。もちろん顔全体と胸と体型までやればもっといいということを誰が知らないのですか？しかし相談室長は売上だけを考えて話すのだから、その誘惑に負けてはならないということです。三つ目は手術部位の専門医師を探し相談してください。医師ごとにそれぞれ得意な部位が別にあります。もちろん目もうまいし、鼻もうまいし、胸もうまいし、医者もいるでしょうが、専門分野は細分化されているので、手術の後期を訪ねてみて、医者を指名した方がいいです。医者は私の好みを全然わかりません。お医者さんが見たとき、綺麗な目を推薦してください。こんなコメントは絶対ダメです。なぜなら院長は好みがみんな自分の好みがあるから、必ず本人の好みに合わせて入らなければなりません。もしくはサンプル写真を持って行って相談を受けなければなりません。他人の写真を参照しても真似しないでください。なので本人の好みをよく知っていた方がいいです。第5のノウハウは、皆さんが担当室長と20分間長い時間相談すると、担当室長は医師に1分間に事実だけを整理して言葉と記録を伝えてくれることだけです。一度に医師にファクトだけ説明できる役割ができるのは担当室長しかありません。ですから自分の言葉と自分の好みを正しく理解したかをもう一度確認してみるのがいいでしょう。6つ目は自然さを強調せよです。もともとそうやって生まれたように柔らかい自然さを話して私の体に似合うようにしなければなりません。7つ目は流行のトレンドに従わないでください。韓国は去年はガールクラッシュが流行ったなら今は清純可憐型が流行してます。でもそれよりもバランスの取れたデザインを選ぶことを望みます。
病院の古代広告にあまり騙されないでください。ビフワッターは餌商品です。どこへ行っても全く同じです。よくわからないときは外国人ではなく韓国人が多いところが 90% 以上の確率を持っているので、これをぜひ参照してください。形成外科はソウルの江南にたくさんあります。全部大通りの辺にあるので探しやすいです。ほとんどかけて5分の距離にいるからタクシーも必要ありません。2箇所だけ見て回れば答えが出ます。9つ目は、韓国に友達がいたら韓国の友達にお願いして、知り合いがいない場合は江南から歩いて回るのも良いでしょう。今は携帯に Google 翻訳機能がついているので全部翻訳が可能です。10番目は整形は中毒です。一番必要なところだけして次は我慢した方が良いそうです。一度やった時が満足度もいいし効果も一番いいです。その次からはボトックスやフィラーで若さを維持するのがコスト比で一番良いと言います。今日の結論。韓国で美容整形手術をするためには準備していろいろなところで相談を受け、値段は安くて韓国人の多いところに行ってください。参考に、韓国は整形外科の漢字が日本と違います。今日準備した動画はここまでです。私の話が少しでも共感できますか？次には韓国の整形3部を準備します。次の映像が楽しみでしたらいいですよと購読を押してください。今回の映像が良かったら次はもっと面白い映像を早くアップできるようにします。日本語修正するところがあれば教えてください。普段から知りたいのですが、皆さんが気づくのは面倒で時間を割くのはもったいないことをコメントしてください。韓国のこと知りたいことを質問していただければ確実に調査してお教えします。最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。今まで韓国の隠れた話をしている皆さんの声はトーリーでした。